人が生きていく上で水を飲むことは不可欠ですが、水はミネラル以外の栄養素を含まないし、味もありません。そこで人類は、より多くの栄養素を摂取するため、そしてより多様な味覚を楽しむため、様々な飲み物を作り出しました。その中には、健康に良い影響を与えるものもあれば、そうでないものもあります。このビデオでは、代表的な飲み物が健康に与える影響を明らかにした上で、カロリー制限模倣効果ゆえに健康に良い飲み物を紹介します。第1章、砂糖入り飲料が健康に与える影響。砂糖入り飲料とは、例えば、こうした缶入りジュースに代表されるスクロースや異性化糖など、フルクトースを含むソフトドリンクのことです。現在、自動販売機やコンビニで売っている飲料の大半は砂糖入り飲料です。大人から子供まで幅広い年齢の人が飲んでいるだけに、その影響は無視できないところです。2019年の米国での研究によると、砂糖入り飲料は、このグラフを見てもわかる通り、横軸の摂取頻度の上昇とともに、縦軸の全原因死亡率を容量依存的に優位に上昇させます。比較の基準である毎月一般未満の摂取者と比べた毎日2杯以上の摂取者の全原因死亡率は約2割増しです。原因別では心疾患死亡率が約3割増しです。がん死亡率はそれほどではありませんが、それでも優位に1を超えています。前回のビデオで確認した通り、同じフルクトースを含む食品でも、腸管上皮細胞が対応できる果物は肝臓にあまり負担をかけませんが、果物以外のフルクトースを飲み物として摂取すると、肝臓の負担が重くなります。したがって、砂糖入り飲料はできるだけ飲まないようにした方が賢明です。第2章、アルコール飲料が健康に与える影響。アルコール飲料とは、ウイスキー、ワイン、ビール、日本酒など、アルコール成分を 1% 以上含む飲み物のことです。酒の飲みすぎが健康に有害であることは昔からよく知られていますが、少量の飲酒ならむしろ低い死亡率を相関することがこれまでの疫学調査から分かっています。このグラフは33万人以上の米国人のアルコール摂取頻度と死亡率を8年ほど追跡した2017年の調査結果を示しています。横軸をアルコール摂取頻度、縦軸を死亡率とすると、アルファベットの J の形になることから、アルコール飲料は全然飲まないよりも少量飲んだ方が健康に良いと結論付ける人がいます。しかし、この相関性からそうした因果関係を導くには慎重であるべきです。なぜなら、J 字型カーブは健康状態の悪い人がさらなる悪化を恐れて飲酒を回避するという逆の因果関係でも説明できるからです。そこで別のアプローチを取った研究の成果が2018年にランセットで発表されました。この研究は1990年から2016年にかけて195の国や地域が1人当たりで消費するアルコール消費量を推定し、アルコール消費が死亡率に加え、疾病率も含めた包括的な健康リスクをどう変化させるかを調査しました。その結果、このグラフに示される通り、横軸の飲酒量の増加に伴って、縦軸の健康リスクが単調に増大することが判明しました。よって健康という観点からすると、
アルコール飲料はできるだけ飲まない方が良いと言えます。第3章、牛乳が健康に与える影響。牛乳がもたらす健康上の利益といえばカルシウムです。カルシウムを含む食品は他にもありますが、牛乳に含まれるカゼインプロテインが小腸でのカルシウムの吸収を助けるので、牛乳を飲んだ時のカルシウムの吸収率は他の食品の摂取時よりも高くなります。体内でカルシウムが不足すると、骨から血中にカルシウムが流れ出します。カルシウム不足がかえって血中のカルシウム濃度を高めるこの現象は、カルシウムパラドックスと呼ばれます。血中のカルシウム濃度が高くなると、血管の中膜にカルシウムが沈着して、血管が硬くなる動脈硬化が起きます。牛乳を飲んでカルシウムを効率的に摂取すれば、血管の石灰化を防げるので、循環器系の疾患による死亡率が低下すると考えられます。本当にそのような効果があるかどうかを2020年に発表された中国での調査結果で確認しましょう。このグラフの横軸は1週間に飲む牛乳の量、縦軸はハザード比を表します。水色の帯は 95% 信用区間を表します。全原因死亡率は優位に1よりも高くも低くもありません。つまり中立ということです。では、心血管疾患死亡率はどうでしょうか。週に 0.75 リットルから 1.5 リットル飲む人のハザード比が優位に1を下回っています。カルシウム摂取の効果が出ているのにもかかわらず、なぜ全原因死亡率は低下しないのでしょうか。それは、がん死亡率との相関を見ればわかります。牛乳を週1リットル以上飲むと、がん死亡率が優位に1を超えます。では、牛乳の消費量増大が、がんの死亡率を高めるのはなぜでしょうか。この図に描かれているように、牛乳に含まれるホエインプロテインやカゼインプロテイン由来のトリプトファンが成長ホルモンなどの分泌増加を介して肝臓での IGF-1 合成や膵臓でのインスリン分泌を誘導します。その結果、mTOR が活性化され、細胞の増殖と成長が促されます。牛乳、あるいは一般的に言って乳は、哺乳類が子を育てるために出す栄養ですから、牛乳が体の成長を促進するのは当たり前のことです。育ち盛りの子供が牛乳を飲むのは良いとしても、発育期を終えた15歳以上の大人までが牛乳を飲むのは本来のあり方ではないし、それゆえ利益だけでなく弊害もあるということです。すなわち、成長促進は成人後に老化促進となり、しかもがん細胞の成長まで促進するので、その点では死亡率を高めることになるのです。これまでのビデオで述べてきたように、カロリー制限は、一方で高老化カスケードを活性化し、他方で成長促進カスケードを抑制します。牛乳を飲むことで活性化する成長促進カスケードを抑制し、死亡率を低下させようとするなら、カロリー制限もしくはカロリー制限模倣物質の摂取で対抗しなければなりません。そのために牛乳に加え何を飲むべきかが次章以下のテーマです。第4章、コーヒーが健康に与える影響。コーヒーは1980年代前半頃まで健康に悪い飲み物と思われていました。それは必ずしも偏見によるものではありませんでした。北欧で
コーヒーが脂質異常症を悪化させるという報告があったからです。しかし、それは北欧でのコーヒーの飲み方に問題があるからでした。コーヒー豆に含まれるカフェストールとカフェオールというジテルペン類は、肝臓のコレステロール分解酵素の働きを阻害することで、LDL コレステロールの値を上昇させます。北欧では、コーヒー豆を煮出してろ過せずにそのまま飲む習慣があったので、コーヒーの消費が脂質異常症を悪化させていました。このほか、イタリアなど南欧では、極細引きの豆から高圧の湯で瞬時に抽出したエスプレッソがろ過なしで飲まれ、フランスなどでは、目の粗い金属のフィルターでこすだけのフレンチプレスが使われることがあります。こうしたジテルペン類の排除が不十分な飲み方なら、コーヒーは健康に有害と言えるでしょう。日本をはじめとするアジアで主流となっているのは、抽出液をペーパーフィルターでろ過するドリップコーヒーや、インスタントコーヒーで、これらはジテルペン類が除去されているので、コレステロール値を上昇させることはありません。そこでジテルペン類の影響を除いたコーヒーの健康効果を確認するために、アジア地域を対象とした調査の結果を見ましょう。この調査は合計で24万人以上の男性と28万人以上の女性を対象とする12の前向きコホート研究をまとめたメタアナリシスで2022年に発表されました。まずは男性の結果です。このグラフの横軸はコーヒー摂取の頻度、縦軸はほとんど飲まない人の死亡率を1としたハザード比です。青色は全原因死亡率、赤色は心血管疾患死亡率、緑色はがん死亡率、金色はその他の原因による死亡率のハザード比です。男性の場合、いずれも優位に1を下回りました。また、容量依存的な逆相関も優位でした。こちらは女性の結果です。コーヒーを毎日3杯から4杯飲む場合のハザード比が最も低く、いずれも優位に1を下回りました。男女とも毎日この程度飲めば良いでしょう。では、コーヒーのどの成分が死亡率を下げているのでしょうか。コーヒーには2つのカロリー制限模倣物質が含まれています。一つはカフェインで、もう一つはクロロゲン酸というポリフェノールです。カフェインは他の飲み物にも含まれていますが、コーヒーに名前が由来していることからもわかる通り、特にコーヒーに多く含まれています。コーヒー以外のカフェインを含んだ清涼飲料水も、カフェインを取り除いたコーヒーも、共に死亡率を低下させることから、2つのカロリー制限模倣物質の効果は独立していることがわかります。カフェインは熱に強いのですが、クロロゲン酸は熱に弱く、深入りのコーヒーにはほとんど含まれていません。その代わり、深入りのコーヒーには、別のカロリー制限模倣物質であるニコチン酸が含まれています。この図に示した通り、ニコチン酸を摂取すると、NAD プラスが増えます。すると、サーチュイン遺伝子が活性化され、寿命が延びます。話題のサプリメントである NMN を摂取したときと同じ効果が期待できます。それで、浅入りでも深入りでも
カロリー制限模倣効果があると言えます。コーヒーを飲む際、コーヒーフレッシュと呼ばれているクリーマーを入れて飲む人もいますが、主原料は植物油脂でトランス脂肪酸が含まれていることもあり、健康という観点からはあまり好ましくありません。ブラックコーヒーが嫌いな方は牛乳による代替をお勧めします。最近バターと中性脂肪酸オイルを入れたバターコーヒーが流行していますが、これは朝食を抜く16時間断食が前提となっています。朝食ではなくて夕食を抜く16時間断食の場合、バターやコーヒーは摂取すべきではありません。カフェインの効果は4時間ほど持続し、半減するのに8時間ほどかかるので、カフェインの摂取は日中に限定した方が賢明です。夕食の代わりとなる絶食模倣食としては、オクタン酸の MCT オイル、すなわちカプリル酸だけで十分です。第5章、緑茶が健康に与える影響。緑茶は古より中国や日本で薬として飲まれていました。今日、その薬効はカフェインを除けばカテキン類に負っていると考えられています。消費者庁も茶カテキンを関与成分として豊富に含む特定保険用食品にエネルギーとして脂肪を消費しやすくするので体脂肪が気になる方に適していますという宣伝文句の表示許可を出しています。一口にカテキン類といってもご覧のようにいろいろな種類がありますが、緑茶に最も多く含まれるカテキン類はエピガロカテキンガレートで、略称は EGCG です。EGCG は一方で高老化カスケードを活性化し、他方で成長促進カスケードを抑制することで、がんの成長を遅らせると考えられます。この図にも描かれている通り、EGCG は mTOR や NF-κB といった腫瘍化を誘導する転写因子を抑制することが試験管内実験や動物実験で確認されています。しかし、理論通りの効果があるかどうかは、人を対象にしたランダム化比較試験で調べなければなりません。前の章で紹介したアジア地域の調査は、コーヒーだけでなく、緑茶の健康効果をも調べているので、その調査結果を見ましょう。まずは男性の結果です。このグラフの横軸は緑茶摂取の頻度、縦軸はほとんど飲まない人の死亡率を1としたハザード比です。青色は全原因死亡率、赤色は心血管疾患死亡率、緑色はがん死亡率、金色はその他の原因による死亡率のハザード比です。男性の場合、がん死亡率以外は優位に1を下回りました。心血管疾患死亡率は用量依存的な逆相関も優位でした。こちらは女性の結果です。男女とも1日2杯程度飲めば、がん死亡率以外の死亡率が低下するという結果となりました。他方で、緑茶を毎日5杯以上飲む女性が、がんで死亡するリスクは優位に1を超えました。緑茶はコーヒーよりも高い温度で飲まれることが多いので、それでがんのリスクが高くなっていると考えられていますが、私はがん死亡率が理論から予想されるほど低下しない理由として、別の可能性をも考えたいと思います。
緑茶が心血管疾患死亡率、ひいては全原因死亡率を低下させるのは、緑茶が含むカロリー制限模倣物質がオートファジーを促進するからです。この図にあるように、緑茶カテキン類は AMPK シグナル経路を介して ULK のリン酸化を促進し、オートファジーを誘導します。オートファジーにおいては、隔離膜と呼ばれる扁平な小胞が伸長して、機能不全に陥った対象を取り囲み、オートファゴソームを形成しつつ、リソソームと融合して対象を分解します。オートファジーはゴミを掃除すると同時に栄養素を作り出すという点で一石二鳥の効果をもたらします。それゆえ死亡率を低下させるのです。オートファジーはしかしながら、がん細胞に対して肯定的な影響と否定的な影響を及ぼします。オートファジーは機能不全に陥ったオルガネラ、特にミトコンドリアを分解することで、がん細胞の発生を防ぎます。オートファジーというリサイクル活動のおかげで、私たちは長生きできるのですが、がん細胞も一旦生まれると、自分の長生きのためにオートファジーを活用するようになります。緑茶摂取でがん死亡率が必ずしも低下しないのは、オートファジーのこの二面性によるのではないかと私は推測します。がんがない健康な人なら、カロリー制限やカロリー制限模倣物質の摂取によるオートファジーの活性化で寿命を延ばせることでしょう。緑茶を飲むことに何の問題もありません。しかし、がん患者はオートファジーの活性化に慎重でなければなりません。第6章、紅茶が健康に与える影響。紅茶の原料は緑茶と同じですが、茶を発酵させて紅茶を作るプロセスで、カテキン類は酸化と重合により、テアフラビン類となり、さらに酸化と重合が進むと、テアルビジン類となります。紅茶の抽出液の赤色は、テアフラビン類やテアルビジン類など酸化されたポリフェノールの色です。どちらもポリフェノール類であることには変わりなく、カロリー制限模倣効果が期待できます。紅茶の効果は、緑茶と比べてどうなのかを調べたメタアナリシスがあるので、その結果を紹介しましょう。緑茶を最も飲まないカテゴリーと比べた最も飲むカテゴリーの相対リスクは、全原因死亡率と心血管疾患死亡率で 95% 信用区間が1を下回りました。これまで取り上げたアジア地域の調査と同じような結果になっています。紅茶を最も飲まないカテゴリーと比べた最も飲むカテゴリーの相対リスクは、全原因死亡率とがん死亡率で 95% 信用区間が1を下回りました。これをもって緑茶とは異なり、紅茶にはがん死亡率を低下させる効果があるという結論にはなりません。緑茶摂取者のサンプルは東アジアに偏っていて、東アジアに限定すると、緑茶だけでなく、紅茶もがん死亡率を優位に低下させないからです。緑茶と紅茶の全原因死亡率を比較しましょう。横軸は摂取頻度で、縦軸は死亡率の相対リスクです。下の紅茶のグラフで、点線で描かれている 95% 信用区間が広く空いているのは、緑茶とは異なり、紅茶が世界で様々な人種や民族に飲まれていて、
不確定性が大きいことによります。それでも紅茶は毎日2杯程度飲むと良いと言えそうです。第7章、ココアが健康に与える影響。ココアとはカカオがなまったもので、カカオ豆から作られたチョコレートと成分はほぼ同じ飲み物です。ココアにはカテキン、エピガロカテキン、およびそれらの重合体のプロシアニジンが含まれています。これらカカオポリフェノールは緑茶のカテキン類と同様に AMPK を活性化させるので、カロリー制限模倣効果が期待できます。ランダム化比較試験でその効果を確認しましょう。カカオポリフェノールは血管をしなやかにして動脈硬化を防ぐ働きがあると言われています。実際、2020年のメタアナリシスによると、ココアの摂取後、終縮期血圧、拡張期血圧の双方で優位な低下が観察されました。このほか、糖尿病の改善にも役立ちます。2020年の別のメタアナリシスによると、2型糖尿病患者にココアやダークチョコレートを摂取させたところ、LDL コレステロール、空腹時血糖濃度の双方で対象群と比べた加重平均差が優位に負となりました。緑茶が嫌いな人はココアや高カカオチョコレートからカテキン類を摂取すると良いでしょう。最後に結論をまとめます。カロリー制限模倣物質を含むという理由で健康に良い飲み物はコーヒー、ココア、紅茶、緑茶です。日本人にはこれらの飲み物を高温で飲む習慣がありますが、65度を超える温度の飲み物は食道がんのリスクを高めるので、熱すぎる場合は温度を下げるためにも、コーヒー、ココア、紅茶に冷たい牛乳を注ぐことは有益です。緑茶の場合、熱すぎるなら水か氷を加えて65度以下にすると安全です。コーヒー、ココア、紅茶を甘くしたい場合、砂糖を入れることは避け、カロリー制限模倣効果のある甘味料を入れましょう。どのような甘味料にカロリー制限模倣効果があるかについては、前回のビデオ、健康に良い甘味料は何かをご覧ください。このコンテンツは一般的な情報の提供を目的としています。一般に健康に良いとされる方法が個別にも最適とは限らないので、個別での実践に際しては、個別事情に詳しいかかりつけ医等に相談してください。このチャンネルでは、私のコンテンツに興味を持ってくださる方に、更新情報をお知らせする、長井俊哉ニュースレターというメールマガジンを配信しています。登録するには、japanese.nagaitoshia.com にアクセスしてください。完全無料で、いつでも登録を解除できるので、お気軽に試してください。